さあ、今回もプロ野球歴史解説、始めていくよ。この動画も久々だな。一体どのくらいやってなかったんだ？まあ約半年かな。他の動画を出してて忘れてたけど。長さはいいとして、今回はどんな内容を解説していくんだ？今回は、天覧試合とドラフト会議についての解説になるよ。ドラフト会議？そういやドラフト会議っていつから始まったんだ？それについても、これから解説していくよ。それじゃあまずは、天覧試合の解説になるよ。1959年6月25日、後楽園球場で、読売対大阪タイガース第11回戦、いわゆる、伝統の一戦が天覧試合として催されたよ。昭和天皇並びに、皇后が後楽園球場のバックネット裏、貴賓席に来場し、19時より試合は開始されたよ。この天覧試合ってのは、天皇が観戦している試合のことを言うのか？ちなみに、この模様は日本テレビと NHK 総合テレビにて、全国生中継が行われたよ。なお日本テレビ向けの放送は、本来はナイターの場合、20時からの放送なんだけど、特例的に19時から放送を開始し、日課ウイスキーの1社協賛で中継したよ。それに当日は、関係者は皆緊張していて、当時の巨人監督である水原監督も、朝に度身を清め、口数も少なかったそうだよ。また、当日の後楽園球場では、鳴り物応援が禁止されており、球場の雰囲気も、普段に比べとても静かだったそうだよ。そりゃまあ、皆緊張して、いつもみたいに歓声を上げることもためらうわな。先発投手は巨人が藤田、阪神が小山とエース同士の対決で、試合前には両チームの監督、コーチ、選手全員が、内野付近に一列で整列し、貴賓席に現れた天皇、皇后に一礼をしてから、試合が始まったよ。試合は点の取り合いとなり、3回表に阪神が、小山自らの敵地打で先制点を挙げるよ。その後5回裏に巨人が、長島と坂崎の連続本塁打で逆転すると、6回表に阪神が、三宅の敵地打と、藤本の本塁打で、4対2と逆転するよ。その後7回裏に巨人の王の本塁打で、同点に追いつき、阪神は新人の村山をマウンドに送るよ。同点のまま9回に入った時には、21時を過ぎ、天皇皇后が野球観戦できる時刻は、21時15分までであったため、延長戦に突入した場合は、天皇は試合結果を見届けられず、途中退席になる可能性があったよ。しかし21時12分の9回裏、先頭バッターの長島が、レフトポールギリギリに、サヨナラ本塁打を放ち、5対4で接戦に、終止符を打ったよ。長島はこの試合を、選手として最も印象的な試合としているよ。天皇、皇后は試合結果を見届けた上で、球場を後にしたよ。そしてこの天皇の観戦は、プロ野球が日本を代表する、人気プロスポーツとしての地位を、得たことを示す契機だったそうだよ。この試合って両者本気でぶつかって、お互い接戦、とても見応えのある試合だっただろうな。まあそんなこんなで、無事試合は終わって、1960年、この年にある事件の発端になる出来事が起こったよ。日本野球機構は、社会人野球協会、現在の日本野球連盟との間で、契約問題について、毎年協定を締結していたよ。以前から社会人野球協会は、プロ野球側に対し、3月1日から、産業対抗大会、現在の社会人野球日本選手権大会が、終了する10月31日まで、社会人野球の選手をスカウトしないよう要請し、プロ側はこれを遵守していたよ。ところが、1960年の協定では新たに、プロ野球を退団した選手は、資格審査に合格した、翌年秋の産業対抗大会終了後でなければ、社会人野球チームに登録できない。加えて、その人数は1チームにつき3人までに、限定するという内容でプロ側に通告したよ。これは公式戦出場経験がない、2軍選手まで対象になったよ。これって退団した選手が社会人チームに入団するっていうことだよな。この時は1年後にならないとできないって、それって選手にとっては結構死活問題じゃないのか。プロ側は退団選手の身分保証のため、退団者が翌年夏の都市対抗野球終了後から、登録可能となるよう社会人側に要求したよ。しかし社会人側がこれを拒否したため、退団選手の死活問題になると考え、また当時に私鉄ライオンズの球団社長だった、西駅が、目には目をの論理を言い出したこともあり、プロ側は協定の破棄を通告したよ。協定の破棄ってのは、さっき言っていた社会人チームの大会が終わるまで、スカウトはしてはいけないっていう協定ってことか。こうした無協定状態の中で1961年を迎え、中日ドラゴンズが、4月20日に日本生命の柳川外野手と契約、入団を発表したよ。そしてこれが、柳川事件の始まりと言われているよ。社会人野球協会は緊急理事会を開催し、プロ野球界との関係断絶を発表したよ。
それと同時に、プロ野球退団者の、社会人野球チーム入団を拒否。これに対し当時の鈴木セリーグ会長は、社会人野球選手は会社に、野球をする契約で入社していないと言及し、さらに職業選択の自由を奪う、社会人野球協会の決定はおかしいと反論したよ。もうどっちも譲れないとこまで来てるみたいだな。そしてこれに拍車をかけるように、中日はこの直後にも、高田校のかどうかと、第43回全国高等学校野球選手権大会の、1回戦敗退直後に、まだ退部届を提出していない段階で、接触する行為を行ったことから、高校野球や大学野球を傘下に置く、日本学生野球協会も、社会人野球協会の決定に同調することとなり、学生野球検証でも、プロ野球関係者からの指導を禁じたよ。こうして、日本の野球界で長きにわたる、プロとアマの確執が始まったよ。なんだか、これでよく現在の状態にまで戻せたよな。これが原因で、1973年のドラフトで巨人に1位指名された、小林投手は将来、アマチュア野球の指導者に、転身することを希望していたけど、当時の規定で、プロ経験者が、アマチュア野球の指導者になれなかったことが、大きな障害となり、巨人への入団を拒否したよ。なお、小林が50代半ばに受けたインタビューで、プロアマ規定が緩和された、今の巨人に1位指名されたら、どうするかとの問いには、入団していたと思う、と答えているよ。なんだか、二つの組織の確執によって、協力し合わなければならないのに、一人の野球選手の人生を左右させる、そういうことはあってはならないことだよな。まあ当時は学校、企業側も、将来アマ指導者候補として目をつけた人材を、プロに入団させないために、本人に有利な条件で入社させるという手法で、囲い込むこともあったそうだよ。ただ、1970年代に入って、日本代表チームが、世界選手権に参加するようになった時、プロ経験者がいなかったことが、アマチュア規定の厳しかった、当時の世界野球にスムーズに、参加できたことに繋がったよ。そしてその後、30年余りプロアマの断絶状態が続き、その間、オリオンズに在籍後、柳川事件直前に、アマ復帰していた松井が、元プロ選手として唯一、1965年ドラフト会議で指名されるも、入団を拒否しているよ。一方、西鉄を退団して、ジュプロに入社した南波は、元プロ選手の社会人野球への、関与制限がある中、非公式な形で、ジュプロ公式野球部の発足、強化を水面下から支援したよ。その間も軟式野球の一部団体や、少年野球は、元プロ選手の受け入れを続け、軟式野球では、元ヤクルト、近鉄投手の鈴木が、1995年の第50回国民体育大会に、茨城県代表として出場しているよ。また少年野球では、元プロ選手が重要な役割を、果たした団体もあったよ。やはり元プロの指導というのも、今まさに野球をやっている人にとっては貴重なものなんだろうな。そして1990年代後半に入り、雪解けが進み、1999年シーズンから、日本野球連盟に届け出ること、選手登録は、1チーム2名までを条件として、元プロ野球選手の、社会人野球チーム入りが認められ、その年、元阪神の林投手が、昭和コンクリートに入団したよ。なお、プロから社会人復帰した選手は、所属する企業の社員であることが、義務付けられているよ。それで、現在の体制までになったってことか、30年以上続いた確執、きっと多くの野球人の人生を左右させてたんだろうな。ってなわけで、柳川事件についてはここまでなんだけど、今回はもう一つ解説するよ。っていうより、これは先ほどの柳川事件が起こった後、1965年に初めて行われた、プロ野球ドラフト会議。多分、その影響が色濃く出ているものだと思うよ。確かに、さっきの事件からそこまで経過してないし、どうなっているかは気になるかな。まあ、当時のドラフト会議のルールなど解説していきたいんだけど、ちょっと複雑な部分があるから省かせてもらうよ。それで、そのドラフト会議が行われた結果、とんでもないことになったんだよ。各12球団、それぞれ指名を行い、大体が10人前後の指名の中、広島が最多の18人を指名、それに対して最小は南海の4人を指名。まあ広島は当時選手不足な面もあったから、大量に選手を手に入れたかったんだろうな。他にも、16人を指名した西鉄に対し、入団を拒否したのが13人。ただこれは指名後交渉を行わず、交渉期限が失効した場合も含まれているよ。いやにしても多いじゃねえか。っていうか指名後に入団拒否をした選手ってどれくらいいたんだ？その時指名されたのは132人で、その中で拒否したのは80人、半分以上が入団を拒否しているよ。数字にするとヤバさが伝わるな。まあさすがに拒否した理由まではわからないけど、先ほどの柳川事件が背景にあったり、異中の球団じゃない、指名順位が低いなどあるかもしれないね。
でもその中でも、317勝を挙げた鈴木啓士投手や、首位打者を獲得した水谷実夫選手など、レジェンドと呼ばれる選手もこの時のドラフト会議で、指名されているよ。にしても、この入団拒否の人数は、今現在のことを考えると信じられないよな。まあそんなこんなで、今回の歴史解説はここまで。実は、これ以降の出来事も解説しようとしてたんだけど、量が多すぎて時間がかかりそうだったから、次回はそれをメインに解説する予定だよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。